はいどうも皆さんこんにちは。今回はこれまでの江戸幕府の財政についてお話ししていきます。当チャンネルではこれまでに徳川家康から徳川家光までの武断政治期、徳川家綱から徳川家継までの文治政治期について扱ってきました。この次に将軍となるのは徳川吉宗、つまり江戸の三大改革である享保の改革、寛政の改革、天保の改革といった改革が行われていく時期に入っていきます。この改革期では財政再建がキーワードとなっていきますので、今回の動画は改革期の話に入る前にこれまでの江戸幕府の財政を振り返ろうという動画です。それでは早速江戸時代の最初から財政について確認していきましょう。江戸幕府の財政は初代家康、二代秀忠の時代には極めて豊かでした。この頃は金、銀の採掘も盛んで、貿易によって利益も上げていたからです。そういったこともあり、家康や秀忠が死んだ時には莫大な遺産が残されており、それらを受け継いだ家光はお金の心配をすることなく政治を行うことができました。その遺産を使って家光が大改築を行ったのが日光東照宮です。日光東照宮が絢爛豪華な見た目をしているのは、当時の幕府財政が豊かだったということを物語っています。他にも家光は日光東照宮へ複数回参拝する、上洛をした際には京都の町人に銀を分け与える、江戸へと帰った際には江戸の町人に銀を分け与えるなど派手にお金を使っていましたが、それでも財政が破綻するほどではなかったということから考えても、当時の江戸幕府がいかにお金持ちだったかがわかると思います。そんな財政が行き詰まりを見せたのは明暦の大火が起きた頃でした。江戸城を燃やした明暦の大火により、城内にあった金蔵も被害に遭っており、金銀は溶けて地中に流れ込んでしまいました。もちろんそれを拾い集めて小判に作り直しましたが、江戸の広い範囲を襲った大火事の被害は甚大です。江戸城の再建や江戸復興にかかるお金など、幕府の支出は莫大なものとなります。駿府や大阪からお金を送ってもらったことでなんとか復興はできましたが、以前のような財政的余裕はなくなってしまったのです。江戸城天守閣が再建されなかったのもそういった理由でしょう。また以前は江戸の各地にあった豪華な武家屋敷も明暦の大火以降、割と質素な作りをしたものへと変わっていきました。こうして大名や旗本といった武士たちは徐々に貧乏になっていき、幕府も各藩に倹約を命じるようになりました。武士や町人に対して細かく規定をして、華美な服装をしないようにしたり、経費の節約を奨励したりといったことを広く命じていったのです。しかし幕府にとっても他人事ではありません。その影響は幕府にも到達し、ついに江戸幕府の財政は傾いていくのです。さてこうなると大変です。以前は掘れば出てきた金銀も、今は掘っても出てこなくなり、極めて少ない採掘量になっています。さらに悪いことに、今まで採掘した金銀は多くが海外へと流出してしまっており、これまでに掘ったもので何とかするということも難しい状況でした。さらに問題だったのは、この頃の幕府の構造は財政難になりやすい構造をしていたということです。どういうことかというと、大名や旗本が幕府からもらった土地は親から子供へと相続されていたからです。つまり大名や旗本の土地は昇進するたびに増える一方で、幕府の土地は減る一方だったのです。さすがに幕府もこの構造には気づいたので、土地を与えるのをやめました。代わりに米で支給するという制度に切り替えます。しかも役職に就任している期間に限るという条件付きです。そんな時に将軍となったのが徳川綱吉です。すでに怪しい雰囲気の幕府の財政ですが、綱吉の時期にさらに悪化します。綱吉が浪費家だったからです。幕府の財政が傾いているのに、綱吉は知り合いの家に遊びに行ってプレゼント交換で莫大な金を使っています。もちろん将軍が来るとなると接待する方も大変です。おなり御殿と言われるような新しい建物を作ったり、人数分の料理を用意したりで、こちらも莫大な金を使っています。また綱吉は寺院造営にも力を入れており、熱田神宮に石清水八幡宮、久能山、比叡山、高野山といった寺社の修復はもちろんのこと、東京都文京区にある護国寺は綱吉が新しく造営したお寺です。
このように綱吉は様々なことに莫大なお金をかけたので、たくさんの雇用が生まれて、江戸の人々にお金が流れていき、バブルのような状態になりましたが、当然ながら幕府の財政は悪化したのです。このような財政難の中、幕府の財政を担当していたのが荻原重秀という人物です。彼がこのような状況に対応すべく考えたのが貨幣改鋳でした。つまりお金を作り直すということです。こうして作られたのが元禄金銀です。どういう仕組みかというと、これまで使われていた慶長小判を回収し、金を溶かして枚数を増やすという仕組みでした。もちろんこうすれば流通する貨幣が増えて物価は上がり、景気は良くなるのですが、物価が上がりすぎてしまったのです。このような時に徳川綱吉が死亡、徳川家宣が将軍となり、聖徳の治が始まります。荻原重秀は綱吉時代の財政を担当していた人物だったので、綱吉から家宣に将軍が変わった時、普通ならクビにされていてもいいような人物でした。しかし代わりになるような人物がいなくて、家宣の代でも財政を担当していたのです。しかし聖徳の治の中心人物である新井白石は荻原重秀を批判して、荻原重秀はダメだ、あいつは賄賂をもらって私腹を肥やしていると言い、家宣に対して重秀をクビにするように迫っています。最初は家宣も重秀をかばっていたのですが、新井白石は一度こうと決めたら貫き通す人です。あいつに仕事を続けさせるなら俺があいつを刺し殺すとまで言い出して、最終的に家宣もかばいきれないと思ったのか、とうとう重秀はクビにされてしまったのでした。ということで新井白石は再び貨幣を改鋳し、金の含有量を以前の水準に戻すのです。こうすることで経済は回復するだろうと思っていたのですが、結果はその逆。度重なる貨幣改鋳に市場は混乱してしまいます。新井白石の理想主義はこうして現実にぶつかってしまったのです。この貨幣改鋳によって流通している貨幣の量は減少、デフレが起こって景気が悪くなり、新井白石は孤立してしまったのでした。さて、このような状況だったので、日本には金銀が足りません。すでに大量の金銀が海外に流出してしまっていますが、これ以上海外に金銀が流出してしまったら大変です。なので新井白石は長崎からの金銀の流出を防ごうとしました。これが海白御指針令です。この命令によって貿易の統制を行い、1年間に出ていい船の数と銀の数の上限を決めました。具体的に言うと、新への年間の上限が以前は59艘と銀1万1000貫だったのを約半分の30艘と銀6000貫に改めたのです。オランダへの年間の上限はほぼ従来通りではありますが、2艘と銀3000貫という上限を設けています。このようにして江戸幕府は財政難を乗り切ろうとしていたのでした。さて、いかがだったでしょうか。次回からの動画ではいよいよ江戸の三大改革が始まっていきますが、今回おさらいした流れがあって財政改革が行われていきます。ということで次の動画では徳川吉宗と享保の改革についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。